名古屋からやっとの思いで着いたのは三重県の大台町。大台町は自然が豊かな場所で自然を満喫できるアクティビティがたくさんあるみたい。そしてこちらが僕の部屋。畳の香りが落ち着く和室で窓の先には緑が見えてとても素敵な部屋です。本気の雑巾がけができそうな廊下もあります。キッチンダイニングも広々しててトイレはブルーでかっちょいい。お風呂も綺麗でのんびりできるよ。でもこんな広い家に一人で泊まってて少し寂しかった。てなわけで今日も元気に行ってみよう。はいどうも、楽しく人生をエンジョイしたいナオトです。僕は今三重県の大台町というところにいて、ここに来るまでね、名古屋から原付バイクで6時間も運転して、もうね、雨の中すっごい大変でした。それからという日、次の日もその次の日もその次の次の日ももうずっと雨で、梅雨入りかってぐらい雨が降ってたんですけど、今日ついにね、なんと晴れました。三重って僕初めて来たんですよ。来てみていろいろ調べてみたらめちゃくちゃ魅力的。行ってみたい場所がたくさんありすぎて、なので早速行ってみましょう。 OK、 じゃあ出発。いやー、この連日の雨でね、おそらく道路がぬかるんでるはずだからところどころ気をつけないとね。気持ちいい。山を見ながらのツーリングですよ。来た時は雨降ってたからほぼ何も見えなかったからね。曇りだけど雨降ってないだけ嬉しいわ。ちょっと肌寒いな、バイクに乗ると。やっぱりバイクで7分ぐらいかな、進んでくるとこういう街になりますね。ストリームスタンドとかスーパーとかがありますね。ここまで来ないと要するに食料とか飲み物も買えないということですね。バイクとか車があるとね、便利。そろそろ最初の目的地、おお、見えてきた。すごい、この森の中が、おお、何これ、すごい、めちゃくちゃでかいな、この木。うわー、すごい。神社になってんのか。閉まってるな。神秘的。すごい神秘的な神社でした。突然森があってね、その中にある神社、いいものを見れました。というわけで次の目的地に向かっていきます。一本道、おー、フライアウェイ。いやー、いいね、のどかな田園風景や。目的地伊勢神宮に到着しました。伊勢神宮、なんと駐車場無料だそうです。助かるね。じゃあここに止めますか。神社とかお寺とかあんまり詳しくない僕ですけど、伊勢神宮は日本の神社の中ですごく有名というか一番の神社みたいですね。お、すごい。出るときお辞儀するんですね。おお、じゃあお辞儀しよう。ここもお辞儀した方がいいのかな。じゃあ一応、あっちに川がありますね。すごい、神社と隣接してんだ。これより先は撮影禁止ということなんで、撮影ここまでですね。
というわけで無事にお賽銭をしてお参りをしてきました。そしてなんか日が出てきましたね。おかげ横丁でお昼ご飯食べようと思います。ソフトクリームいいな。うわ、ビール飲みていやー、伊勢神宮すごいとこでしたね。ちゃんとねお参りもしたんで叶ってくれればいいですけど、おかげ横丁もね伝統的な太鼓とかやっててフラッと見たけどすごい良かったな。ああいうのにこう情熱を燃やせる人って素敵だなって思うね。ああいう文化が次の世代とかはたまた海外とかねいろんな人にこう伝わっていくといいですよね。というわけで次の目的地に向かっていきたいと思います。なんかでもやっぱみんな関西弁を喋ってて改めて俺もうそんなとこまで来たんかって思いますね。三重っつうのは関西弁喋るのかな。関西の方から来てる人が多いんでしょうね。ナンバー見たら大阪とか結構いたし、まあでも本当なんかこう歴史を感じる場所でそういうところは好きですね。歴史的な場所で江戸時代とかからみんなこの伊勢神宮を目指して旅行したりとかしてたみたいで、まあ、旅行っていうか旅だよね。旅に出て目的地を伊勢神宮にする人とかもやっぱりそんなに昔からもいたらしくて伝統的な歴史がある神社なんですよね。やっぱパワーがすごいよね、そう考えると。でもなんかすごい厳格な感じがしましたね。みんなお辞儀とかして、正直だって明治神宮とかだとあんまり見たことない。もっとこうカジュアルにじゃあちょっと原宿いるし明治神宮行くかみたいな、そういうなんかノリで行ってた記憶があるけど、先祖代々ねいろんな人が来てるでしょうから、どんな偉人たちが来たんでしょうかね。あそこにはほとんど偉人来たのかな。さて次の目的地二見ヶ浦に着きました。夫婦岩っていう2つの岩があるみたいで、まあ、それが名所ですね。ちょっと見ていきたいと思います。地味に天気が良くなってきたっていうか日差しが出た。この道もなんか綺麗ですね。カエルがめちゃくちゃ見える。あら、ここすごいね。ここが一番近いんじゃないかな。やっぱり岩の上に鳥居があるな。海の中にある岩の上って鳥居ありがちですね。人もちょこちょこいる感じですね。うわ、塩ソフトクリーム食べたいな。いやー、本当は一本の動画にまとめようと思ってたんだけど、三重魅力的すぎてまとめられなかったわ。だからこの予告も前回とほぼ同じなんだけど、次回の動画では三重満喫ツーリング後編をお届けするんで、後編もよかったら見てね。バイバーイ。